はい、皆さんこんにちは。東京 IP コンサルティングの渡辺浩二です。今回予告動画というふうなことで、5月28日から知的財産を活用した経営戦略の進めというふうなことで、知的財産を活用してどのように企業の経営状態を改善していけばよいかというふうなことについてご説明した動画を公開する予定になっています。動画は1部あたり30分の動画を合計3本、つまり3部構成というふうなことで、5月28日に第1部を公開した後、順次第3部まで公開していく予定になっています。もともと私は弁理士として、大学や大企業はもちろん、中小企業、スタートアップ企業や個人のお客様に対応することも多くあり、特許権を取って経営にプラスになるんですかというふうなご質問をいただくことも多くありました。そういった中でこれまでどのようにすれば知的財産権を活用して経営を改善することができるのだろうかというふうなことを経済産業省や特許庁の方々、弁護士、公認会計士、弁理士、中小企業診断士、金融機関関係者、大学の経済学者の方から様々なご意見をいただきながら複数の論文を執筆してきました。今回の動画では論文の文面だけでは伝えきれない部分についても口頭でわかりやすく図を交えて説明することを目指しています。今回の動画への反響を分析しながら今後の研究活動にも役立てていこうと思っているものです。そういうことでですね、今回公開予定の動画の中でどのようなことをご説明しているのかというふうなことについて、第1部の公開に先立ってその一部をご紹介していきたいと思っています。まずですね、第1部のメイントピックスは、アメリカのテック企業の知財戦略についてというふうなことになっています。より具体的にはですね、Apple や Amazon についての事例を動画の中でご説明していますが、今回予告編でご紹介するのは、Amazon のワンクリック特許についてです。で、ここでですね、Amazon のワンクリック特許についてご説明したいと思うんですけど、Amazon のワンクリック特許については、Amazon の EC サイトに顧客の配送先住所とクレジットカード情報を登録して、ワンクリックで決済をできるようにしたシステムを保護しています。一見すると簡単な技術のように感じられますが、実は Amazon のワンクリック特許が出願された1997年当時には、Amazon の EC サイトにおいては、顧客がカートに商品を投入した後、決済をせずにページを離れてしまうという風なカート離脱という風な現象が知られてまして、このカート離脱の割合であるカート離脱率を低下させることが Amazon が売り上げを向上させる上で重要な課題だったと指摘されていたようです。で、さらにですね、クレジットカードの加盟店側の制約として、そもそもですね、クレジットカードの加盟店は、クレジットカード番号を保持してはいけないという風な制約がかけられてまして、実際は API なんかを使って認証するんですが、そういったような状況からも、ワンクリックで決済ができるようなシステムを実装するのは、技術的な制約もあったと考えられています。で、それで Amazon の EC サイトにワンクリック特許を実装することによって、カート離脱率が劇的に減少したと言われてまして、これによってですね、利便性の向上によって顧客吸引力が発揮されて、これが Amazon の売り上げを劇的に増大させることにつながったと指摘されています。実際ですね、Amazon の決算書のデータを見てみると、1997年にワンクリック特許が出願された後にですね、黄色のバーで示す Amazon の売り上げは劇的に増大していることがわかります。さらにですね、ワンクリック特許が出願された後の1997年の12月には、Amazon は金融機関から返済期限3年で$7500万の融資の取り付けに成功したと指摘されてまして、で、実はですね、この当時 Amazon の総資産は$800万程度と言われてましたので、返済期限3年で$7500万の融資を行った金融機関がどれほど Amazon の成長に期待をしてたかっていうようなことがわかるのではないかと思います。次にですね、第2部のトピックスなんですけど、第2部のトピックスは企業の経営指標や企業価値と知的財産権の関係についてです。例えば、もともと特許庁と三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングが特許権を保有したり活用したりしている企業では、売上高営業利益率がより高くなるというふうな事実を報告していたのですが、この特許庁と三菱 UFJ リサーチ&コンサルティングのデータについては、あくまで中小企業の場合っていうようなことなんですけど、上場企業ではどうなってるんですかっていうようなことに疑問を持ってですね、一般消費者向け食品事業が売上の過半を占める日経平均厚生食品企業の
特許権の件数と売上高営業利益率の関係を連結ベースで調べてみました。その結果ですね、こちらのグラフに示されるように、特許権の件数が多ければ多いほど、売上高営業利益率はより高まるということで、これは相関係数 0.66 なんで、非常に高い値が出てるんですけど、強めの正の相関があるということが分かりました。ただですね、あくまでですね、日経平均構成食品企業っていうふうなことを書いたんですけど、食品企業については多角経営の傾向が少ないと言われてまして、一方で、売上高営業利益率っていうのは、業界によってその数値が異なっている傾向があるんですね。ですので、多角経営を行っている企業の場合は、必ずしもこういったような綺麗な数値が出ない可能性もありますので、果たして上場企業でデータを取ったときに、すべての企業でこういった綺麗なデータが出るとは限らないのではないかなと思っています。さらに第3部では、どのようにすれば特許権を活用して資金調達を成功しやすくするかというふうな点について議論しています。一般的に知財担保融資には困難が伴いやすいと言われていますが、第3部の動画では知財担保融資における特許権の役割について考察しながら、どのようにすれば知的財産権を活用した資金調達をしやすくなるかというふうなことについてご説明しています。じゃあ果たして知財担保融資において知的財産権というのはどういうふうな役割を果たしているんですかってことについて考えてみたいと思うんですね。通常ですね、知財担保融資の事例においては、銀行が企業に対して融資をする際に、企業は特許権などを担保として銀行に差し出して、それに対して銀行は企業に資金を融資するわけですね。で、ここで企業がお金を返せなくなってしまったと。これ債務不履行と言われますけど、その場合に銀行はどうするかと言いますと、特許権を欲しい第三者を探してきて、その人に特許権を売却するわけなんですね。そして、その第三者の特許権の売却益から企業に融資したお金を回収すると。そういうふうな仕組みになってるわけなんですね。で、そう考えたときに、特許権を欲しい人がいないって問題は、要は、企業がお金を返せなくなったときに、銀行としても資金の回収ができなくなるってことで、これ非常に大きなリスクだと思うんですけど、実はこれ、特許権を欲しい人がいないって話なんですけど、実は第三者の側にとっても、知的財産権を買い取っても事業を実施できる設備が手元にあるわけではないから、じゃあ知的財産権を買い取った次の日から利益を上げるってこともできないですし、で、さらにその知的財産権者が誰かってなことによって資産の価値は変わるとも言われてまして、これどういうことかと言いますと、もともと大きな生産設備とかを持っていて、さらにその特許発明を実施できるような設備がある場合は、比較的大量に製品を生産できますので、大きな利益を上げられるわけで、その場合は特許権の価値は比較的高くなるんですけど、ただ、そうではなくて、そもそも工場を元から持ってない人たちにとっては、新たにその多額の先行投資として工場を建設しなければ、特許権を活用した利益を上げることができませんので、そうすると、そもそも特許権自体に価値がないってことになってしまうんですね。ですから、そういったことで、銀行としても、そういう特許権を欲しいような第三者を探してくるっていうのが難しいというような状況があるわけなんです。そういった形で、皆さんに興味を持っていただけるトピックスについて、わかりやすい解説を心がけています。ぜひ、5月28日から公開の、知的財産を活用した経営戦略の進めについてご視聴いただければと思っています。